様こんにちは、セリナです。今回は5月5日発売、ジバンシー、ルヌフジバンシーの新色ナンバー09をご紹介していきます。今回のジバンシーの新色アイシャドウパレットは発売前からコメント欄でもかなり注目度の高いアイテムです。全体的にローズニュアンスのカラーでまとまっていますが、実際はどんな感じのカラーなのか、パレットの中の9色を1色ずつまぶたの上で単色塗りをしてカラーをお見せした後、2パターンのメイクルックをご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ジバンシールヌフジバンシーナンバー09。ジバンシーが選び抜いた9色ミックスのアイシャドウ。フランス語で数字の9を表すヌフの言葉の通り、マット、パール、メタリックの3種類のテクスチャーの9色で構成されています。ロングラスティングでメイク直後の美しい仕上がりが長時間持続します。ナンバー09は眼差しにツヤをかけるようにシマーに輝くヴィンテージローズのパレット。華やかでスタイリッシュな目元を叶えます。それではまずパレットの中の9色を1色ずつまぶたの上で単色塗りをしてみて、どんな感じのカラーなのか見ていきます。まずは1段目の左のカラー、こちらはメタリックタイプです。1色目はこんな感じで、パールの効いたベースの上に大粒のラメが輝きます。華やかですごく可愛いです。はい、1色目はこんな感じです。明るめのピンクカラーですが、少しベージュのニュアンスも効いているので、肌なじみの良さと明るさのバランスがとてもよく取れています。ベースとして使っても可愛いし、アクセントとして重ねても使いやすそうです。このピンクの大粒ラメがキラッと輝く感じがすごく素敵です。続いてこちらのカラー、こちらもメタリックタイプです。シャンパンベージュのようなカラーですごく大人っぽいです。1色目と同じメタリックタイプですが、ラメというよりもパールの艶めきを感じます。はい、2色目はこんな感じです。かなり肌なじみのいいシャンパンベージュのようなカラーなので、自然に目元に陰影をつけてくれます。こちらは1色目のように大粒のラメが輝くという感じではないですが、パールとメタリックの艶めきを感じるような大人っぽいカラーです。1色目と2色目それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、こちらもメタリックタイプです。3色目はパレットで見る感じ、一見1色目のピンクに似ているかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、3色目の方がよりピンクのニュアンスが強い感じがします。そしてピンクのベースにピーチっぽく光るパールが入っている感じがするので、いろいろな表情が楽しめるカラーです。はい、3色目はこんな感じです。明るめのピンクカラーなので白っぽく浮いてしまう感じがするかなと思いましたが、ピーチやゴールドっぽいパールがメタリックっぽく光る感じがするので、明るめのカラーですが立体感が出てとても可愛いです。可愛らしさもありつつ夏らしさもあって素敵なカラーです。続いて2段目の左のカラー、こちらもメタリックタイプです。一見ブラウンっぽい感じがしますが、くすみローズのようなカラーでとても大人っぽいです。はい、4色目はこんな感じです。4色目も反対側に塗っている3色目のように明るめのブラウンベースにくすみローズのパール感が
メタリックに光るような立体感のあるカラーでした。程よく目元に陰影をつけてくれて、さらにカラーを楽しめる感じがすごく絶妙だと思います。このカラー、ものすごく可愛いです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて2段目の中央のカラー。こちらはパーリータイプ。こちらはこのパレット唯一のパーリータイプです。手元で見た時よりもまぶたにのせた方が、この大粒のラメの輝く感じがすごくわかりやすいです。粉質も他のカラーよりもさらに軽い感じがするので、少量ずつなじませていった方が塗りやすいと思います。はい、パーリータイプはこんな感じでした。最初他のメタリックタイプと同じくらいの量を指に取って塗ってみましたが、粉質が軽いのとラメの量がかなり多かったので、少量ずつ塗っていく方がなじませやすいなと思いました。ただなじませていくとこんな感じでラメが飛んでしまうということもなく、綺麗にまぶたに定着してくれました。ツヤが出るようなホワイトカラーのベースに多色のラメが乗っているようなカラーで、一気に目元を華やかに見せてくれます。続いて2段目の右のカラー。こちらもメタリックタイプです。こちらは他のメタリックタイプよりもツヤ感やメタリック感が少し抑えめな感じがします。発色も割とナチュラルです。はい、6色目はこんな感じです。指で何度かしっかりと重ねてみましたが、やはりこちらのカラーは他のメタリックタイプと比較するとパール感やメタリックによるツヤ感が抑えめでした。ただこんな感じで角度によっては程よいメタリック感も楽しめるようなカラーです。そしてパレット上で見るとこちらのカラーなので結構しっかり発色するタイプなのかなと思っていましたが、指で何とか重ねてもこんな感じでかなりふわっとした仕上がりで発色もナチュラルでした。深みのあるカラーですが、一気にカラーが乗りすぎてしまうということもなく、とても使いやすいです。5色目と6色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3段目、左のカラー。こちらはソフトマットタイプ。こちらのカラーは手元の数値で見た時にかなり肌に馴染んでいましたが、まぶたの上にのせるとかなり淡いニュアンスですが、オレンジっぽいカラーが乗りますね。質感としては軽いソフトマットという感じなので、マット系のアイシャドウが苦手という方にも塗りやすいと思います。はい、7色目はこんな感じです。かなり発色はナチュラルかなと思いましたが、指で何度かしっかりと重ねると、このくらいカラーは乗ってくれました。全体的にローズのニュアンスを感じるカラーが多いパレットですが、こちらはソフトなオレンジカラーという感じで、またイメージが変わっていいですね。ふんわりとしていて柔らかいオレンジなので、夏らしさも出ますが可愛らしさもあります。続いて3段目、中央のカラー。こちらもソフトマットタイプ。こちらはパレット上で見ると結構しっかりカラーがつくのかなと思いましたが、やはり今回のパレットのソフトマットタイプは全体的に発色がナチュラルですね。一気にカラーがドンとついてしまうということがないので、一色でも綺麗なグラデーションが作りやすいです。はい、8色目はこんな感じです。パレット上で見るとかなり濃いめのブラウンレッドのようなカラーなのかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、レッドニュアンスも感じるような絶妙なローズカラーで、ものすごく素敵なカラーだなと思いました。今回のパレットはメタリックの質感ももちろん可愛いですが、このマットの質感もカラーが絶妙で素敵ですよね。7色目と8色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。そして最後のカラー、こちらもソフトマットタイプです。最後のカラーもやはりナチュラルな発色ですごく塗りやすいです。
こちらは見た目通りのモーブ系のようなカラーですね。はい、9色目、最後のカラーはこんな感じです。こちらはジバンシーらしいクールなモーブ系という感じのカラーですね。今回のナンバー09のパレットは全体的に温かみを感じるようなローズニュアンスのカラーが多い印象だったので、こちらのカラーは今回のパレットの中では珍しいグレイッシュな寒色系という感じで、このカラーと組み合わせるとクールな印象に仕上がりそうです。最後9色目、引きで見るとこんな感じです。ではここからは今回のパレットを使ったメイク2パターンをご紹介していきます。まず1つ目はこちらの4色を使ったメイクです。まずはこちら3段目の左のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。1つ目のメイクパターンは少し明るい可愛らしいローズ系のメイクにしていきたいので、まずベースにこちらのソフトオレンジをしっかりと塗っていきます。続いて2段目の右のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。こちらのカラーはメタリックタイプの中でもツヤ感は抑えめでしっかりとカラーが乗るような感じだったので、締め色にも使いやすいと思います。この2色のみだと全体的にラメ感やツヤ感は抑えめな印象ですが、このカラーが角度によってメタリック感を感じるので立体感はちゃんと出ていて可愛いですよね。続いて1段目の左のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。他のメタリックタイプと比較しても大粒のラメが輝くような感じなので、目元にアクセントとして重ねると一気に華やかに見せてくれます。続いて1段目の右のカラーを付属のブラシの平筆の方に取って下まぶた全体に塗っていきます。ピンクとゴールドっぽいピーチに輝くメタリックのカラーなので下まぶたにも立体感をつけていきます。はい、まずは1つ目のメイクパターン、ピンクやオレンジをメインに使って明るめのローズ系のメイクに仕上げてみました。今回のパレットは全体的に温かみを感じるような大人っぽいローズ系のニュアンスのカラーが多いイメージでしたが、ベースに塗ったソフトオレンジや下まぶたに使ったピンクのベースにゴールドやピーチっぽくメタリックに輝くカラーなど明るくて可愛らしいニュアンスのカラーも含まれていたので、程よく深みの出るローズ系のカラーと組み合わせて明るさを出してみました。こういった明るめのイメージに仕上げるのも夏らしさが出てとても可愛いと思います。ただオレンジ系のカラーなどをしっかりと使っても子供っぽくなりすぎないところがさすがジバンシーのパレットだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いて2パターン目のメイクです。2パターン目はこちらの5色を使っていきます。まず3段目の右のカラーを指に取って上まぶた全体に塗っていきます。2パターン目のメイクは先ほどとはまた違ったクールな印象に仕上げていきたいと思います。続いて2段目の左のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。ベースにソフトマットのタイプを塗っているので上にこちらのメタリックを重ねるとよりツヤ感が目立って可愛いです。1段目の中央のカラーを指に取ってさらに黒目の中心に出していきます。メタリックの質感を重ねることで目元にしっかりと立体感をのせていきます。続いて3段目の中央のカラーを付属のブラシの平筆の方に取って下
下まぶた全体に細くのせた後、最後に2段目の中央のカラーを平筆のブラシに取って、パーリータイプで先ほど塗ったカラーをぼかすように塗っていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。1つ目のメイクとは対照的に全体的にクールなニュアンスのローズ系でまとまったかなと思います。やはりベースに塗ったモーブ系のカラーが今回のパレットの中で一番寒色っぽいクールなニュアンスだったのと、上に重ねた2種類のメタリックの質感で目元に立体感を出して大人っぽい印象に仕上がったかなと思います。パーリータイプもあえて下まぶたに入れることでさりげないですがしっかりとアクセントを加えてくれていますよね。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで5月5日発売ジバンシーのルヌフジバンシーの新色ナンバー09をご紹介していきました。今回のパレットは実際に1色ずつ塗ってみると比較的温かみを感じるようなローズカラーが多かったので、ものすごく今っぽいニュアンスのメイクに仕上がるなと感じたのと、メタリックやパーリータイプの艶めきを感じるカラーももちろん可愛いですが、個人的にはこの下の段のソフトマットタイプが質感もカラーもすごく絶妙でいいアクセントになってくれたなと思いました。全体的にカラーのニュアンスが似ているかなと感じましたが、ローズ系のカラー以外にもオレンジやモーブなども入っているので、いろいろなパターンのメイクが楽しめるところもすごくポイントが高かったです。今回のナンバー09は新色ですが、発売前からかなり注目度が高いパレットとなっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。